僕はなんか世界中の人たちに嫌われてるっていうことをよく思うことが以前あったんですよね。引け目をずっと感じながら生きてきた。人の影響はとても受ける。いろんな人たちの言葉本当に聞いて、でもちろん揺らぐ、でブレる。言葉ってすごいそれもいいんですよ。いやいやいや人によるよねとかとも限らないよねみたいなようなことで自分を強制してるって感じです。山村光晴と申します。編集者とコピーライターのお仕事をさせていただいてます。転校が多い小学生時代だったんですよ。2、3回ぐらい転校してたのかな、小学校だけで。なんかそういうこともあって、なんか常になんかこうアウェーな感覚っていうのがあって、もうほんと小学校の時から、本読むのが好きだったり書くこともすごい好きでした。だから作文とかの授業とかでよくあるじゃないですか。ああいうのとかもまた先生に褒められちゃうみたいなようなことを思っちゃうぐらいすごいなんかませたというか、言葉に対してはすごくその時は楽しく、向き合ってた。とにかくなんか言葉っていうのにすごくほだされてなんか来た感じがありますね。ちっちゃい頃からそれはずっと変わらず、なんかこのフレーズになんかこうキュンときたりとか、ぐさっと刺さったりとかなんかこう一つ一つの言葉フレーズ、物語、になんかほだされて助けられてなんか救われていたような感じの、日々だったように思いますね。この仕事やり始めてもう35年とかそのぐらいになるんですけど、僕本当にオリーブに入れたっていうことは全ての運使い果たしたんじゃないかって思うぐらいの出来事で、これはもともと僕大阪にいたんですけれども、大阪でこういうライターの仕事をしながら東京から来るいろんな雑誌の編集者の案内の仕事をしてたんですよね。いろんな人たちが来てくれたことによって本当に縁が重なって、ライターに欠員ができたから、東京に来ませんかっていうふうに誘っていただいて、自分が好きなことなのでそれに対しては時間も労力もとにかく全部割きたいっていう気持ちでした。で一生懸命やるとそのようにして喜んでもらえるじゃないですか。結果も出るじゃないですか。でそれがこうずっと何回も何回も繰り返されていくと、こう本当に好きなことがちゃんと導かれるように誰かの手に届いて実現するというかな。1000だから7年だから20年ぐらい前かな、大阪で、お店のプロデュースをする仕事があって、その時に大阪と東京を2拠点してた時があります。今でこそそういう言い方ってよくありますけど、その頃は本当に大阪と東京を行ったり来たりするようになって、なんかね新幹線に乗ることがすごくくつろぎだったんですよね。なんかリビングルームみたいな感覚、制限がある分なんか集中ができたりとか、移動する時間っていうのがなんか好きになったっていうのが結構始まりだったと思います。その後またさらに10年後かな、2016年か長野と2拠点してました。こう長野に特に住んでた時に車を持たないっていうふうなことを、言ったらもう周りの人にすっごい止められたんですよ。全力で絶対無理って言われたんですよ。長野で車ないと絶対生活できないっていうふうに大体みんな絶対って言うんですよ。例えば5キロとか10キロかかると、例えば30分とかかかるとっていうふうな感じなんですけど、自転車でも行けちゃうわけですよ。
今の2拠点のことにしても私もやりたいんだよね、憧れなんだよねみたいなような感じのことをよく言われたりしますけどねみたいな、そういう感じだから最近ちょっと思うのは、僕は当時何十年も前は言葉をこんなにが好きっていうふうなことが難しいと思っていた。で世の中的にもちょっと暗い子みたいなような感じのイメージだった。やっぱりこの時代の流れとか空気みたいなのっていうのがあって、今これするのってなんかダサいよねとかいけてないよねみたいなこととかっていうのもあると思うんですよね。だからといって引け目を感じたり、そのことを手放してなかったことにしようとしたりっていうふうなことっていうのがもったいないなと思いますね。いつかなんか報われる時が来るんじゃないかなと思って、僕は言葉にそれを確かめられて救われたっていうところがあるんで。朝の散歩で川を歩いてる時に普通だったらこのコースを歩く気持ちでいてもう2秒前までそうしようと思ってたんですけど、急に変えてみるとか急に戻ってみるとか負荷をかけたりとか、ちょっとこう、ノイズというかそういったことをすることによってまたなんか意識を戻すとか、今なんかこう無意識にそう思ってたけどよりそれを味わおうっていうふうになったりとか、振り返ったりとか、なんかそういうことができる。それは僕は神様フェイントって言ってて、体と心をすり合わせるためのレッスンです。読み終えてからそこに本棚に置いて、またもう一度その本を味わうみたいな、本棚を見てる時間が好きですよね。いろんな文化を持つ人たちの考えなんかを触れることによって、いろんな風を当たることによって自分にちゃんとビンタさせてるんですよね。だから旅はビンタなんですよ、僕にとって。
1杯目はビールで2杯目以降はワインにしようと思っていて、で両方にあるそれぞれのビールの最初の一口っていう本があるんですよ。いやーもう豆だらけ。いただきます。人に対しての関係性みたいなことにおいてずっとこじらせているところっていうのがあってですね、僕はなんか世界中の人たちに嫌われてるっていうようなことをよく思うことが以前あったんですよね。引け目をずっと感じながら生きてきた、調子を乗ってるみたいなことを思われるっていうのがすごく怖かった。自分のことをこう語るみたいなようなことっていうのは自分の中で禁じてました。これは職業もあると思います。影の存在だし、ライターとしてその人の物語を自分が書く、自分なんかって話ですよね。ある時カウンセリングを受けたんですよ。なんか不思議なカウンセリングで座布団がいっぱいそこには用意されていて、その座布団の一つに座るんですよ。で私はこうであるっていうことをお話しする後に、もう一つのその座布団にわざわざ座って自分に対してその人はどう考えているか、例えば姉だったりとか父親だったりとか、それを口に出して言えって言うんですよね。要するに一人芝居のような形で相手の言ってることを想像ではあるんですけれども行ったり来たりしながら繰り返していくっていう。でその時に感じたのは、自分が思ってるほど人は自分のことを嫌っていないとか、思い込んでるだけで本当はそこまでは思っていないとか、身近な人だけじゃなくっていろんな人たちが何を考えているのかっていうことを想像するっていうのを癖づけるようになっていくっていうことですね。
というふうになっていくと、より自分の、自分がどういうふうに思われているかっていうふうなところも堅くなだった気持ちっていうのがどんどん溶けていくっていうふうな感覚があっていくんですよ。人の影響はとても受ける。いろんな人たちの言葉本当に聞いて、でもちろん揺らぐ、でブレる。言葉ってすごいそれもいいんですよ。いやいやいや人によるよねとか、その人に考え方によるよねとか、時と場合によるよねとか、とも限らないよねみたいなようなことで自分を強制してるって感じです。こういった仕事をしているっていうのは、さっきも言うようにやっぱり感じて、その感じたことを言葉にするっていうのが仕事ですよね。こんなふうに一つの言葉に食らって傷つけられてっていうふうなところも含めて、自分がそれは感じやすいっていうことが仕事にもなってつながっている。これによって辛い気持ちにもなるけれど、感じ取れる、感じやすいっていうふうなことが、これもまた恩恵でもあるなっていうふうなことも思うんですよね。なんかそれごと引き受けられるっていうんですかね。なんかそういう感じがして。頭と体と心っていうのをちゃんとつなぎ合わせる、それがすごく自分にとっては大事なことだっていうふうに最近は思うようになりました。体が動くと思考が巡るっていうふうなやっぱり両輪だと思うんですよね。最近歩くことが本当に自分大好きになっちゃって、歩きながらやっぱりいろいろ考える。なんで自分は歩くの好きなんだろうなとか、なんでこんな風にいつも思うんだろうなとか、なんか体がなんでこういう風に感じてるんだろうなみたいなことを巡らせていると、そうかもしれないっていう風な気づきにつながる。当たり前ですけど心と体はつながっているので、体を動かすことで感じる。でそこが中に入っていくような感覚があるんですよ。力を入れ抜くことによって入ってくる情報もたくさんあって、出し入れみたいなようなものが、それが本当に循環にもなっていくような感覚もあります。どう今体が感じているんだろうっていうのをことあるごとに今もうなんか振り返るようにしてます。ちょっと遠くなってしまったものを結び直しているような感覚に近いかもしれない。